遠い。あんたの家、遠いわよ。よく家まで来られるわね、あんた。むきゅ。今日はどうしたの？ゼミーがうるさかったから避難。なあパチェ、パチェ、パチェー。うるさーい。こんなところで読書なんかできるか。家出してやる。昨夜、小悪魔、メイン。はい、お出かけですか？家出して静かなところで読書するから公馬館のことよろしく。図書館の来客は通しなさい。貸与可能な本は私の承認なく貸していいから。小悪魔、本の場所わかってるわね。はい、承知しております。昨夜、メイリン、不定の輩が来たら骨の髄まで後悔させなさい。はい、はーい。すぐに戻るわ。ちょっとだけ頭を冷やさせて。パチュリー様、行くところあるんすか？友達いな。少ないのに。あん？てめえ誰に物言ってやがる、行き先くらい。アリスの家？そう。ゼミーにはちゃんと構ってるはずなのにさ、本読んでる間は勘弁してほしいわ。そういえば、フランが迷惑かけて悪いわね。時々ここに来てるでしょ？来てるわね。あなたの都合で追い返していいからね。気にしてないわ。こっちも気晴らしになるし。それなら助かるわ。あの子はあんまりうちにこもらせたくないからね。その辺の深い事情は知らないけど、みんなもっと外に出た方がいいんじゃない？大丈夫よ。残りのメンツは好き勝手振る舞えるから。そう？メイリンとか昨夜ももっとうちに来て構わないからね。二人も来てるの？来る来る。あんた、もううちに入りなさいよ。最近どうなのよ、研究は。奥義の時に人形使ったらしいわね。緊急事態だったからね、特別よ。形がなんか予想と違ったけど、人形っていうか、ロボ？あれはほとんど骨組みなのよ。動きも半自立式。簡単な動作は自分でできるけど、一定以上の複雑な動作はあんたが操作するってやつ？じゃああれに魂はないんだ。そうね。魂の人工的形成ね。人工脳みそでも作ってみる？永遠帝に相談してさ。それでいいのかな？やっぱり魂を生むには機体が必要なのかしら。細胞じゃなくてもいいと思うのよ。配線つないでる維持構造体を構築するってのはどう？まあね。でも、脳を人工的に構成するとしても、それで意識が生じるかは別なのよ。そもそも意識を客観的現象として検出する方法がわからない。なるほどね。そういえば、決闘の時、メイリンがここに来たのよね。来たわ。うちの過去のこととか、聞いた？聞いてない。聞かなかったの？興味なかったからね。メイリンが話したかったら聞いたけど、そんな感じじゃなかったから聞かなかった。ふーん。なるほどね。だからか。何が？こっちの話。悪いことじゃないわ。そう？アリスー、来てよー。ゆかり？レイムが構ってくれないの。縁側でダラダラしてたのに構ってくれないのー。だからアリス構って。あふー、癒されるわー。ゆかり？疲れてる？まあね奥義のあれがあってさとも他も荒れ放題だし結界も歪むし、まだ落ち着かないのよね人肌が恋しくて。ランはもふらせてくれないし。はふー。お茶飲んでいいわよ。そこのカップはまだ新しいから。ありがとう。ああ、美味しい。それでさ、レイムったら縁側でお茶飲んでたのよ。だから脇くすぐろうとしたら激怒よ激怒。夜なって睨まれたわ。どう思う？
冷たすぎじゃないあの子。それはそうよ。レイムだって忙しくて疲れてるんだから急にそういうことされたら嫌じゃない。昔からやってたのに今更怒る？レイムはずっと嫌がってるじゃないの。なんでしちゃうのよ。だってレイムの反応が面白いじゃないの。そういうのがレイムは嫌なのよ。それなのにゆかりはそれを分かっててそういうことするんだから。あ、パチュリーじゃない。今更？ここまで出てくるなんて珍しい。どうしたの？レミーがうるさかったから出てきたのよ。ああ、愛されてるものねあなた。コウマ館はもう完全復活？ようやくよ。建物直して中身戻して。本棚が倒壊して埃がやばかったけど。そのくらいならマシね。里は建物が倒壊して避難民も出たから。里で妖怪が暴れたりしてレイムも忙しかったみたいよ。あの人たちはどうなったの？ダメね。情状酌量なし。どうしようもなくて貴様が困ってらしたわ。そもそも扇と刃が原型を望まなかったって。よかったのはあの巫女の子ね。あの子は共犯な上に改心の余地ありで原型ですって。そう。レイムとマリサが落ち着くまで、あの後しばらくマリサと神社に泊まったわ。みんなでお墓参りにも行ってきた。ええ、ありがとう。この一件で思ったけど、やっぱり最強が一人いると心強いわよね。そう思わない？思わない。ええ。私の考えは変わらないわよ。わかってるでしょうけど、結構危なかったのよ。私ですら間一髪だったのだから。白霊の巫女が最強じゃいけないなんてそれなら幻想郷のか弱い住人たちは誰を頼ったらいいのかしら。さあ、わからない。冷たくない？わからないわ、わからないのよそういうのは。今だってレイムはそれなりに強いし、それなりに頼られてるでしょ？それに他にも異変解決者はいて、異変解決は一人じゃなくてもできる。それじゃいけない？いけなくはないけどやっぱり最強がいる方がみんなが安心できるわよ。ただでさえ孤独なのに、その上に力なんて目立った要素で隔絶した存在になるだなんて。しかもその人に重い責任を担ってもらうなんて。切ないじゃないの、そんなのを見るのは。かわいい。わあ。嬉しいわ、真面目に答えてくれて。アリスはどんな話もちゃんと聞いてくれるのよね大好き。ありがとう。ね、パチュリー、ね。何が？アリスからしか得られない癒しがあるのよ。あ、そう？アリスどうせいるんでしょう。あらゆかりがいる。うげーゆうか。こんなところで何やってんの？ずいぶん暇なのね。そんなわけないでしょ私は賢者なのよ。常に幻想郷の愛と平和のために心を砕いてるんだから。昨日だってうだ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 。紅茶がなくなったわ。新しいお茶っ葉ちょうだいよ。今はちょっと動けないけどおい。そんなにあるの？うちには缶2つしかないわよ。あるのだけでいい？仕方ないわねそれでいいわよ。どうせここに頼みに来るのが面倒で溜め込んでたんだわ。人里で買えばいいのに。それでもいいんだけどさ、里だと細かくカスタマイズできないのよ。こいつにやらせる方が色々融通が利くの。優香に細かい味の違いがわかると思えないわ。もういっそ自分で作ればいいのにねアリス私はこいつにいい仕事を与えてやってんのよ。むしろ私は感謝されて叱るべき。あんたも黙ってないでそう言いなさいよ、アリス。いつまでも口が減らない。なんだこいつら。ところでそこにいるコウマ館の裏ボスはどうしたのよ。誰が裏ボスか？気晴らしよ。気晴らしでこんな遠いところまで来るのね。なるほど、あんたもか。コウマ館、大丈夫？こいつに籠絡されてない？なんで籠絡？あんたは昔から変な奴の心に入り込むのがうまいのよ。レイムとかマリサとかユカリとか。誰も変じゃないけど。妖怪と対等にやり合う人間が普通ですって。あとユカリ。ユカリは全部かよ。そんなの誤差範囲よ。そういう人もある。アリスは優しいのよね。妖怪って言ったら、自分勝手の代名詞みたいなものなのに、アリスは全然そんなことないもの。そういう意味ではアリスも変わってるわよね。あ、ワイゴから撃たれた。レミリアだって寛大だと思うけどな。どうかしら。
レミーは考えなしにおおらかな判断しちゃうのよ。甘いの。だけどアリスは考えた上でしょ。だから私も優香に賛成だわ。正直なところメイリンがここに入り浸るなんて思わなかったもの。パチュリは私は他人の事情に首を突っ込む気はない。だから好きにさせる。そいつの行動が私に害を及ぼさない範囲でね。ほら、3対1であんたの負け。素直に認めなさい。あんたは変な奴に好かれるし、あんたも変なのよ。いや認めないわ。私は籠絡なんてしてないし、普通の範疇に収まることしかしていない。ゆかりに頼られたあんたが普通なわけがない。そんなことないわ。私は普通なの。絶対普通なの。はいはい、せいぜい無駄な抵抗してなさい。ところでアリス、レイムとマリサにうちに働きに来させなさいよ。私が何度言っても畑の手伝いに来やしない。どうせあいつら暇してるんでしょ？私が言ってどうにかなるわけないじゃない。二人も忙しいのに。なる。あんたならなる。レイムとマリサはあんたには頭上がんないからね。あいつら他じゃやんちゃしてるくせにさ、あんたの前だとおとなしいんだわ。優香の影響で荒っぽくなっちゃったわよね。いいや、それはアリスが甘やかしたからよ。甘やかしてなんてなかったわよ。だけど叱る時があったとしても、ゆかりやランが先に怒ってくれてたから私はいつもで遅れてたわ。さ、旗から聞く限りだと、アリスとレイムたちって、昔からのただの知り合いですってだけの話じゃない感じ？ゆかりに頼られたってのも気になるけど。知らないの？こいつ、が近所の頃のレイムとマリサの生活の世話してたのよ。だからあいつらにとって、こいつは姉みたいなものなの。聞いたことない？白霊の教育係って、アリスはレイムの教育係だったのでーす。そう、アリスしか割り当てられたことのない、白霊の教育係、とかいう謎の役職。アリスが堅くなにレイムの面倒を見てくれなかったから、役職を作って任命しました断り続けたけど勝手に割り当てられちゃって、レイムの生活の面倒を見てたの。教育なんて言っても、実際は神社の家事してただけよ。そうなる前に諦めて受ければよかったわ。へえ、ゆかりがレイムを世話してたものだと思ってた。なるほどね。アリスがレイムやマリサにとって特別なあの感じはそういう理由か。仕事面はそうよ。ゆかりとランが訓練してたわ。でもゆかりに家事は無理。食事作れないし。そんなことないわ。私だって本気出せば幻想郷中の人のほっぺたが落ちる料理を作れるわよ。だけどね。ランもゆかりも幻想郷の管理で忙しくて、全部には手が回らなかったのよね。違う？忙しいのはランだけでゆかりはサボり？サボってないですわよ。もうどいつもこいつも私を軽く扱ってくれやがってゆかりの仕事は裏方も裏方だからみんなに見えないものね一番きついところを背負ってるんだとは思うんだけど、ゆかり自身がそういう話をしないから特にね。そうやって気遣ってくれるのはアリスだけよだからアリスも管理業務について迷いがで一緒に暮らしましょうよその話はもう断ったでしょちょっと、そいつは有価帝国の紅茶大臣よ。仕事に使いたいなら私に話を通しなさい。それも断ったわよね。パチュリーはどっちに来るのがいいと思う？私のところと優香のところ。ない。ないどっちもない。そんなしょうもない。そんなだったらうちで引き取るわ。ちょっとパチュリー？冗談よ。でもこうでもしないとこの二人からは逃げられないでしょ。まあアリスがうちにいても悪くないんだけど。ほう、そう来るのね、パチュリー。家中の栗を拾うなんて勇敢じゃない。しかしそうなればあなたと私は敵同士。誰が王なのか、きちんと教えてあげる必要があるわね。バトル。誰だ私を足にしやがったクソ野郎。一体誰に手出したのか思い知らせてやろうか。マリサ。妖怪がいっぱい集まって話してる。異変かしら？そう、異変よね。なら、私が退治しなきゃねてめえがこいつをぶち込みやがったか、ぶちのめすぞ。あら、ちょうどいいところに農場手伝いが来たじゃない？みんな来た。
爆発。珍しい。コウマ感じゃないなんて。何度も爆発してたまるもんですか？でもあれ、人里の向こうよね。魔法の森かしら。大丈夫？私の家が、なんで私まで。今夜は泊まっていけ。い無理なー。アリス、助けに来たわよ。アリスがいない